もうこういう思いはしたくないじゃないけど、チャンスを逃したくないなと思ったから、その仕事に対する気持ちが切り替わったのはそのタイミングかもしれないですね。30歳だったんですよ。だからもう10年ぐらいの差がどうやって埋めるかみたいな。ありがとうございます。ずっと食べとける。これ全部自家製です。自家製のハムです。エースまで作ってます。酒粕と牛乳と生クリームを合わせた自家製の明太子クリーム、一から全部作ってはいますね。パン屋をする前からやっぱり中身から作りたいっていうのは決めてたので、目には見えないんですけど作り続けたいですね。おはようございます。これは食パンに使う中種途中で一回発酵させた。でこれ石窯なんですけど、来たらまずこれをつけるんですけど、ここを温めとくっていうか、ここに温度計がついてたりするんですけど、だから2時間ぐらいかけてずっとこの火をつけて、この石窯のこの石に熱を蓄えていくみたいな。なんでこのままこれはずっとこう火にかけておきます。もともとはイタリア料理屋さんで10年ぐらい勤めてからパン屋さんに働き出したっていう感じなんですけど、働いてるところで実際に料理と一緒に出すパンを焼いてたりしてたので、なんか面白いなって思ったのがやっぱり一番の理由ですかね。はい、何より実際にやってみて本当にこう思い通りにはいかなかったりで、それが思いがけずうまくいったらどうやってあれをやったんやみたいなで、また挑戦したくなるっていうか、こうやめられないみたいな、そういうところですよね。パン作りの面白さとか。はい。でまずこれは食パンの生地なんですけど、レーズンの酵母とホップの酵母と、あとルヴァンっていう酵母3種類を組み合わせてっていう特徴ですね。分割した丸めるっていうパターンが多いと思うんですけど、うちは丸めないでそのまま乗せてちょっと休ませてから成形するっていう感じになりますね。口どけよく仕上げたいなっていうのがあって、なるべくこう触らずに仕上げていきたいっていう感じ。料理やってた時もいずれは自分でお店したいなっていうのはあって、料理屋さんで働いてたんですけど、レストランってどっちかってこう非日常的なっていうか、ちょっと特別な日に行くみたいなイメージがあるじゃないですか。なんかそういうのを自分がお見せして来るお客さんに非日常的なサービスをできるかっていうことを考えた時に、なんかできなさそうな気がしたというか、そういう部分で料理は挫折しちゃった。でやっぱり10年間その食べ物の仕事をしてきたんで、ここから全く別の職種に行くのはあんまり考えれなくて、じゃあどうしようかなって思った時に、そういやパン作りって面白かったなっていうので、次パン屋さんに働いてみようかなみたいな感じですね。初めて働いたお店では一緒でしたね。
そこで出会った感じです。調理の学校でも実は同じクラスだったんですけど、すごい人数が多かったのでその時は知らなくて、で就職した場所が同じお店だったっていう、料理の方で行き詰まってしまったんですよね。ちょっとうまくいかない時があって、一回もう料理をやめたんですよ。で自分が何がしたいかって考えた時に、パンはこうじっくり発酵したりとか、その作るまでの工程が長い方が自分にはなんか向いてる気がして、でもパンしてみるっていうことで、はい、30歳だったんですよ。だからもう言ってみたら10年ぐらいの差がどうやって埋めるかみたいな。だからそこを埋めるためにもうお休みの日も家で作ったりとか、はい、ずっとやってましたね。ずっと大阪で働いてたんですけれども、私の父が倒れたので、それをきっかけに大阪から兵庫県に引っ越ししたんですけれども、そのタイミングで自分たちでお店をしたいねって言ってたんですけど、それがうまくいかなくてできなかったんですよね。でその全然違う仕事でアルバイトしたりとかしてる時に、たまたまこちらの会社がパン屋をしたいけどパンを作る人がいない、で私たちはパンは作れるけど場所がないというのが一致して、こちらで作ってますね今。クリームチーズを包んだ小さいやつと、ココアとかイチジクとか、あとアーモンド、チョコレートが入ったものと、このブドウとくるみが入ったやつ、両方ともオーガニックのくるみとレーズンが入ったものです。なるべくそういうね、あんまりこう農薬とか化学肥料みたいなのを使ってないものを使いたいのはあるんですけど、なかなかやっぱりこう、値段とかそういうのもあるんで、全部が全部そういうわけにはちょっとなかなかいかないのは現状なんですけど、使えそうな分はそういうのを使っていくみたいな努力はするというか。ここに成形して入れた時間で発酵の目安、だいたい焼く目安を見るために、だいたいこう成形して入れた生地の時間を記録して書いていってる感じですね。これはふすま食パンで、これは蓋して四角い食パンです。今これがだいたい庫内のここら辺の温度なんですけど、これがだいたい270度ぐらいになった時に入れていくっていう感じですね。かなり温度調整難しいんじゃないですか？難しいですね。だから発酵の具合とこの窯の温度をちょうどいい焼ける状態まで発酵させた生地を入れないとあかんので、そのタイミングを合わせるのがすごく、難しいですね。
こからでもだいぶ熱が伝わってきますね。そうですね。このままずっとこれ焼き終わったらまた火を入れてっていうのを繰り返すんで、お昼前ぐらいになったら結構この室内は熱くなりますね。こちらのお水はどういった効果があるんですか？これはね、この下にボイラーがあるんですけど、これがボイラー。はい、でここに水入れるとこうツーッとこう伝ってこう下に行って、でそこのボイラーでガーッと熱されてこう管を通って上にこう熱い水蒸気が機械の電気の釜でも入れた後にスチームプシャーっとこうかけてるような、そういうのと同じ効果ですね。はい。基本的に石窯で使うのはその粉と塩と水だけで仕込んでるパンだから、こういうカンパーニュと、うちでいうとカンパーニュとバゲットとあとハードトーストっていう3種類はこれで焼きます。で副素材がいろいろ入ってるというか、こう砂糖とか入ってるやつは基本的にこっちのコンベクションオーブンで、クロワッサン菓子パンとかはこっちで焼きます。なんかこっちで焼くと焦げちゃうんですよ。砂糖糖分が生地に多い分なんで、その辺で使い分けてるっていう感じですね。これが小麦の粒です。これが小麦の粒ですよね。これを引くと小麦粉になるっていうか。で今これあるこの小麦は大阪の箕面市の夫婦でお米とか麦とかを作ってらっしゃる方がいてです。自然農って言って農薬使わない肥料も使わない田んぼを耕さないっていう自然のに任せるというか、そういうような農法を実践されてる方がいてて、その人からも仕入れてるというか、この小麦ちょっと分けてもらってるんですけどね。はい。この中にこう上下にこう石臼がで、これがこう電動でぐるぐるぐると回るんですよね。でこれをコロコロ回転してこの幅をこう狭めていって細かさっていうのを決める。基本的には一番細引きという一番細かく引くぐらいの感じで引くんですけど、どうしてもやっぱ粗く引くと、口当たりが悪くなったりするので、そういうの食べやすさを求めるとやっぱりちょっと細い引きの方が。これが、カンパーニュですね。全粒粉はカンパーニュで、こっから襖をふるいにこうかけたらこの皮の部分がこのね、ちょうどこういうの皮があるじゃないですか。この硬そうなこの皮の部分を取り除いた、もうちょっと白っぽいというかこうものがあるを作って、それはハードトーストとかクロワッサンに入れてますね。でその残った襖を襖食パンの食パンの生地に練り込んで焼く。じゃあちょっとこう甘香ばしいみたいな感じです。玄米っぽいっていうか、こういう香りが出るんで、もともとなんかこうパン屋さんやけど小麦粉は見たことあるけど小麦見たことないなみたいな
ことから始まって、小麦ってどうやってどんなんで小麦粉ってどうやってできるんかなみたいな興味から始まったのもあるんですよ。これ1キロですけど、これを作るのにやっぱりこうすごい労力とその手間がかかってるっていうことで、製粉会社さんにしても言ったら原料をまあ海外何々から仕入れて、やっぱその粉にして分けてっていう簡単に手に入って普通に作るんですけど、その間の工程にものすごくこういろんな人が関わってるっていうのがまあ分かると、食べ物とかそういうものに対してこう意識がやっぱ変わってくるし、それをこうまあ僕らが代わりに伝えれることもできるしみたいなんですね。はい。こうコンコンしたら割とこの水分の抜け具合っていうんですかね、生地に水分は残したいんですけど、残しすぎるとそれはちょっと水っぽくなるというか、そこら辺ちょっと難しいんですけどね。時間経ったら完成みたいなではなく、やっぱ触ったり匂い嗅いだりして見極めるっていう癖というかはつけていった方がいいかもしれないですね。もうなんか何度で何分焼いたら OK っていうのはなかなかちょっとものによって変わってきたりするんで、特にこいつはその温度設定ができないんで、中でガスでこう火を焚いてるんですけど、その火を落として、だから徐々に温度は下がっていくんですよ、中も。だからどのタイミングでパンを入れるか、発酵のタイミングとかが難しいですね、すごく。それなのに窯を選んだ理由って何なんですか？いやまあ単純に面白そうというか、ほんまにそんな理由ですよ。どう考えてもこう作る効率は悪いんで、大量に養蚕バンバンこう作って売りたいっていうパン屋さんやったら絶対この選択肢はないんですけど、たまたま僕はなんかそういう面白さをこう仕事の中にも求めたいなと思ったし、まあ、これも一つの、まあ、お店のアピールにもなる、そういうのもあると思います。はい。ティッシュのアパレルを作ります。
上がり食パンでも1.4ですか？いや1.5で。今日はねレンコンと人参と小松菜が入ってるんですけど、日によって変わるというか、季節的なものであったりとかを仕入れていいのがあったらそれを使うとか、そういう感じにしてますね。カレーのルーはどうされてるんですか？これ全部自家製です。スパイスも入れたらまあ78種類ぐらい使ってるのかな。スティック状のものから油でじっくりとこう香りを移してっていう、一から全部作ってはいますね。これはうちで焼いたパンで作ったパン粉です。オーブンでこうカリカリに乾燥させてミキサーで回して粉末にしたものをつけてますね。生地が結構柔らかいんですごく包みづらいんですけど、チーズ入りのこしあんパン。開いてるとこうパカッと割れちゃうんですけど、なんかそういう油で揚げてなくて、こういうコンベクションオーブンで揚げ焼きじゃないけど、普通に揚げるよりはすごくこうヘルシーというかな感じに。バゲットお願いします。ちょっとね成形が難しくて、やっぱり生地がすごい柔らかいんで、ちょっとこう間違えるとこう目が詰まっちゃうというか、なんかそこら辺が難しいんですよ。まあまあ今日はまずまずの仕上がりでまずまずです。はい。三田さん、はい。今から何をされてるんですか？ハムとレタスのサンド。
上に塗られたのはからしマヨネーズ前日に作ってくださってます。自家製のハムです。ハム自家製なんですか？はい。すごいですね、自家製ハム。自家製ハム。あれもこれも贅沢に挟んである。このソース店長が作ってます。店長が。はい。ソースまで作ってます。店長すごいですね。ねえすごいですよ。断面いるんですけどね。これがルバン、液状のルバン種なんですけど、これは全部のパンに入ってます。でこれも種なんですけど、液状のルバン種で、これもちょっと種継ぎします。基本的にはこの古いというかここにまあいろんな菌がいて、それに粉と水を足して混ぜてあげると、粉の持ってる糖分とかそういうのがその菌の餌になってまた発酵するっていうのをずっと繰り返すっていう感じですね。4、5時間ぐらいで発酵がバーッと進んでくるんで、日が経つとだんだん酸味が出てくるんですけど、そういうのもうまいこと使い分けるというか、あんまり酸味出したくないなっていうパンは割と若めの発酵種を使ったり、微妙な使い分けもしますけどね。でこれが結構僕がずっとほんまに10年近く前に種を起こしてずっと継いでるんですけど、言うたらこれが一番すごい自分の中で一番歴史が長いというか継いでる歴史が長くて、高田さんの歩んできたパンの人生そのものというか、大げさに言うとそんな感じになるかもしれないです。はい。使ってるのが
今使ってるのがこのガ製の酵母っていうのはこの4種類なんですけど、同じルバン種っていうものなんですけど、こう全粒が多い割合の多くて、ちょっとこっちよりは固めの生地に、レーズンから起こした酵母ですね。まあ、匂いとか嗅いでもらったら分かるんですけど、ちょっとこうお酒みたいな匂いがしてるっていうんですかね。こうフルーティーな甘みがこうついてくるんですけど、もうちょっとこう多分すっきり仕上げたいとか、あんまりこう変なそういう甘みとかつけたくないような時にこっちを使う。でこれがホット。なんかよくハーブティーとかでたまに使われたりするんですけど、これがまあなんか独特な香りがするのと、これの煮汁とじゃがいもとりんごと米麹とかがちょっと入った酵母、とにかくこうすっきりした感じの香りがあるんで、こいつとこいつ僕大体セットで組み合わせて使うんです。そのまあ香りとか発酵力の補いというか、お互いのこううまいバランスで割合を変えて作るっていうので。遠赤外線っていうんですかね、石に熱を蓄えたその輻射熱っていうので焼くので、中までこう火の通りが早いで、結構こう大きなパンでも早く焼ける。で結果こう皮がすごく薄い。もっと分厚く皮が焼けたりするんですけど、皮がすごい薄いので食べやすいし、焼き時間が短い分水分もしっかりとこう中に閉じ込められているので、すごくしっとりして美味しく焼けるっていうところが特徴かなと思ってます。はい、こう食べて健やかになるものというか、体にいいものっていうのをやっぱり一番考えますね。よく今グルテンの過敏症だとかアレルギーみたいなことは言われてるんですけど、やっぱりそのしっかり発酵させることでこう小麦の持ってるその味を
き出すのと、消化を良くする、こうスッと体に入っていくようなパンっていうのが美味しいパンやし、体にもいいパンかなと思って、そういうとこ目指して作ってるっていう感じですね。食べ物からなんかこう健康になってほしいとか、みんな元気になってほしいなって思ってるっていう感じ。お料理とか全般的にやってくださってます。はい、主に仕込みです私は。中に詰めるカレーとかサンドに挟む具だったりとかクリームあんことかはもう全部自家製にこだわってるので、半分パン屋で半分お料理みたいなのを目指してます。まずスタートがグラタンです。パンとセットのグラタンを出していくんですが、上でいつもイートインしていただくんです。そこにその熱々のグラタンも一緒にこうあればきっと喜んでいただけるなと思って、ちょっと時間がかかっちゃうので冷める気がします。シュレッドチーズとパルメザンと、これは、うちのパンで作ったパン粉ですね。釜ではどれぐらい火を通されるんですか？多分10分かかるぐらい思うんですけどね。ハードトーストの小さいやつをちょっと作ろうと思ってて、グラタンとも合うと思うんですよ、ハードトーストのパンって多分。はい、なんでそれがええかなって言ってそれに。今からみんなでグラタンを試食します。はい、これに食パン、ハードトースト、ちっちゃいのをつけてグラタンというメニューで、上で食べてもらいたいです。それの今日は試食会。はい、試食会。な感じ。おお、湯気が。すごいです。鶏肉。おいしい。皆さんも一緒になって考えたりするんですかね。小さい時間につけた方がいいっていうことだったのは販売さんで、販売さんからのアイデアです。ここの店舗のハード系のパンっていうのが推しなので、やっぱりこのグラタンにはそういうハード系のパンを持ってくるのがいいのかなって。いつもこうやって食べてもらってます。もうそのままです。こんな感じで、もうちょっとこうしようとかやっぱりあるので、5回ぐらい食べてます。うちのパンを使って作ってるパン粉を乗せてるので、すごいサクサクしてて、中は柔らかいんですけど、その差とかが面白いんじゃないかなと思いますね。一番最初に勤めたそのレストランで一緒やったんですけど、で僕がここでやるよって言った時に
自分も行くみたいな感じでもともとそういうこういう商売するとかそういうのが好きな人なんでもともと料理もしてたし、まあ、伝えやすいですよね。なんかやっぱ同じものをずっと食べてるんで、なんか僕がこうしたいなっていうことをあんまり多くを言わずにこう分かってこうかって出してきたらあそうそうみたいな感じのができるっていうのはやりやすいというか、僕はどっちかというと慎重になるタイプなんですよね。新しくものを出すにしてもこうかなああかなと、向こうは割とパパパッとこう決めてはいみたいな感じなんで、うまいことその辺は役割分担ができてるのかもしれないですね。まあ良き理解者みたいな感じじゃないですかね。カメラですか？私は食パンを目的に買いに来ます。もちもちしてる感じ、中がすごい水分があって外はカリッとしてる感じ、美味しいです。もうただそれだけで、今日は時間があったんで朝に来たらちょっと違うもんがあったんで買ってみようかなっていう感じ。見てもよろしいですか？注目商品はクロワッサンです。クロワッサン。間違いない。間違いないはい、ですか？美味しかったです。ロースハムが挟まってるんですけど、はいはいはい自家製みたいです。知らなかったです。週末のちょっとプチ贅沢やと思って買ってるんで、たまにいいパンを食べようみたいな、そんな感じ。今日は初めてな感じですか？初めてです。美味しそう。この食パン入れていただいていいですか？多少でいけるかちょっとたっぷり購入されましたね。知り合いの方とかね、紹介したいなと思って一回食べてもらいたいな。僕はもともとあんパン好きやからね。変わったあんパンやなと思って。生地が変わっとるからね。早く食べたい。とりあえず食べたいなっていう。うちのパンはその2日またいで作るんで、今出してるのは日曜日に焼く分を
出すっていう感じ。発酵種をまず作って、それを一晩寝かしたものをまた発酵させて一晩寝かしてっていうのをやるんで、ほんまにほぼ2日かけてるんですよ、どのパンにも。酒粕と牛乳と生クリームを合わせた自家製の明太子クリーム。他のお店ではこういうことはやってないなという普通大体バターとかマヨネーズと明太子を混ぜるんですけど、油っぽいのが焼いた時になるのがすごい嫌で、それで考えたんですけど、魚卵の生臭さみたいなのを消すというか美味しくするかなと思った時に、なんか酒粕ええなと思ってそれを使ってる感じです。中身を出して、あとはこれを混ぜるだけなんですけどね。明太子クリームをめちゃくちゃたっぷり。そうですね、はい、中がもうとろけそうな、めちゃめちゃ美味しいんです。これもう持つとかないぐらい全面的に塗っているんで本当に美味しいですし、中がすごいしっとりしてめちゃくちゃ美味しいですよ。これちょっと食べたことない感じやなと思います。姫路の灘菊さん、灘菊酒造っていうところの酒粕なんですけど、これが今の菓子パンの生地にこれこぼれ梅っていう名前で酒じゃなくてみりんかすで練り込むと、なんかこうすごい食感が独特になんかしっとりするというかで、結構麹って乳製品と割と相性がいいなと僕思ってるんで、クリームパンとかああいうちょっとミルキーな感じのパンに合うかなと思ってこれを入れてるって感じです。ちょっとしたその他とは違うこれは何だろうかみたいな考えると楽しいじゃないですか。食べててもなんかそういう感じのものを作れたらなと思って割とそう考えますね。だ料理屋さんで働いた時のそういう思考の癖みたいなのがずっと続いてるっていうんですかね。なんかこの食材にはどういうふうに合わせたら美味しくなるかなとか創作するっていうか料理を組み立てる楽しさみたいなのは今もあります。やっぱりはい、パン作りもそういう感じなんですね。そうですね、似てるその点は一緒なんですよね。はい、ごま油と七味かけます。中身がすっごいとろける感じなんですよ。練乳とラム酒が入ったクリームになってます。あんこ炊くとかもそうですけど、すごいそこの部分はやっぱり目には見えないんですけど、でもやっぱそこはこだわりたいって、やっぱり食べた時に違うと思うんですよね。全部作ってるのに、はい。なんか安すぎないかなって思ったんですよ。やっぱり
すごい工程長いのにパンっていう値段ってなんかこう決まってる気がするんですよ。例えば1個が1000円っていうパンはあんまりないじゃないですか。もうあんパンってこの値段みたいなこうみんなのイメージがあるので、やっぱそこは変えれないですよね。カレー作るにも2日かかるんですよ。2日。はい、切るところからなんですけど、それをこう炒めるだけでも半日かかりますし、トマト入れてから煮込む時間とかも全部合わせたらやっぱり2日間かかるので、でもそこってほんまにこうアピールはしてないんですよ。2日かかってますとは言ってないので、多分食べてもわからない方が多いと思いますけど、やっぱりでもそこは作り続けたいですね。もともとその働いてた飲食店もそういう感じだったんですよ。生地に使う感覚がそうですね、ない。お二人とも元イタリアン主婦、だからこそこういうお店作りになってる、つながってるんですか？そうですね。パン屋をする前からやっぱり中身から作りたいっていうのはお互いに決めてたので、はい、そこは変わることはないと思います。これからも。でもそこが楽しい部分だったりするので、やっぱりこう袋を開けてね、それをただ使うっていうよりはやっぱり自分が作ったものを使うところはやっぱ違いますよね。楽しい。大変だなって思うことっていうのはあるんですか？やっぱり長時間労働ですよね。今製造して2日後の仕込みをうちはするんですけど、昼から始まっても終わったらやっぱり夜の9時とかまでかかりますね。閉店するのは6時なんですけど、その後も仕込みをするので、だから多分ほぼほぼ寝てないと思います。やっぱりそれがパン屋さんなんじゃないですか。でもね、今働き方改革とかによって多分みんな短い時間でパン屋さんでも考えてはるんですけど、やっぱりまだオープンして間もないのもあるんですけどね。長時間労働です。あんまり言葉では言えないですよね、こういう気持ちっていうのは。ありがとうございます。これ3つに分けてほしいんですけど。すごい量ですね。今日はどうしてこんなに？お友達の家に遊びに行くのに、おすすめのパン屋さんのパンを持っていこうかな。牧野港さんのパンがおすすめ。おすすめ。何が欲しかったんですか？ベーコンエピもずっと食べとける。ずっと食べとける。ずっと食べとける。このくるみとチーズも美味しいですし、シナモンもすごい美味しいし。2人がかりで。すみません。はい。すみません、ありがとうございました。はい、あとブラックコーヒーのホットで。こちらでお召し上がりですか？はい、お願いします。ではホットお待たせいたしました。お客様すみません。ではこちらお渡しさせていただきます。ありがとうございます。それでも手に入らない。
なんか僕の中でパンってやっぱしっかり焼いた方が美味しいっていうのがあるというか、どうしても色が濃いめにはなっちゃうというか、低温で長時間で全部発酵させてるんで、割とその生地に糖分が残りやすいんですよ。なんですけど、その低い温度なんでイーストの活動とかがすごいゆっくりなんですね。だからこう生地にその糖分が過剰に消費されてない状態なんで、その色がつきやすいっていうんですかね。なんで割とその色がすごい濃く出るというか、マニアックなんですかね。なんかもともとどういうふうにパン焼いてたんかなっていうのをこう調べるというか、なんか歴史とかがすごい好きなので調べていくと、もともとヨーロッパではその石でレンガでそういうやり方してたんやなって思って、で同じように焼いたらどうなるんやろうとか、そういう興味が湧いてくるというか、趣味でなんか一回作ったことあるんですよ、小さい石窯みたいなのを。それは本当にもう薪を燃やしてっていうのを、自分の父親が割と器用なもんです、ちょっと作ってみようやって言って作ってもらってこうやったことはあるんですけど、だからあんまりその稼ごうと思ったらこういうやり方は全然あかんと思うんですけど、面白さとか美味しさもね、なんか養蚕作って売ったら終わりとかっていうんではなくてっていう、なんかそういうところも大事にしたいなみたいなはあると思います。いろんな多岐に及んですごい知識がある方で、岡田さん自体が。でいろいろ話聞いたりとかするだけですごいなんか勉強になるっていうか、面白いこといっぱい知ってるなと思ってて、半分冗談のようで、もし将来お店出すんやったら雇ってくださいみたいなことを言ってたのが今っていう形で、パンが好きというよりは人物がすごい尊敬するっていうかで来てる感じですね。でもともと同じ職場で30歳の時の岡田さんが道玄米屋で働き出した時に、私はそこでアルバイトに行って岡田さんに出会って、で岡田さんまだパンの業界入ったばっかりだったんですけど、なんかその30歳の時に出会ったのから今までに自分はあまり勉強しなかったというか、なんかのらりくらりやってたけど、岡田さんが10年以上こうサボった私とのこの差をすごい出してきてっていうか、家庭用のオーブンにレンガ敷き詰めて普通のオーブンじゃ頼まれへんぐらい耐熱させる方法でパンを家で焼いてるとか、結構いろいろマニアックなことを言うてたんですよ。30歳の時すでに駆け出した頃で、一緒に働きましょうって言った時にはもうすでになんかこういう低温熟成のパンの知識を一人で学んでたと思います、多分なんかすごい方やなと思ってます、はい、結果的にパン屋さん働き出してすごい良かったんですよね。なんか一回その料理をやめたことで、なんかいろんな気持ちのなんか整理というか、見返ってみると自分の甘さみたいなのがあってきた10年間が今の結果かなと思って、でリセットじゃないですけど、新しくその違うパン屋さんに勤めた時にもうこういう思いはしたくないじゃないけど、自分の甘さでこうチャンスを逃すというか、そういうのはしたくないなと思ったから、余計にその後がすごく頑張れたって自分でもそんな頑張れたとも思ってないんですけど、その仕事に対する気持ちが切り替わったのはそのタイミングかもしれないですね。
うちの会社の事業としてのこのベーカリーなんですけど、僕はまあこうやって自由にというか場所を与えてくれたことにすごくは感謝がしてるので、あとはもうこう頑張ってこのお店を盛り上げて会社に恩返ししたいというか。その会社の社長は地域のお客さんに喜んでいただきたいって願っているので、やっぱり最終的にはもうお客様のためにどれだけ頑張れるか、美味しいパンを出せるかを日々考えてますね。なんか日々のことでいっぱいいっぱいでね、先が全然、本当にもう明日明後日を見て生きてる感じがするので、すごい先をね考えれてないけど、やっぱり長く細くでもいいから長く続けたいですね。でも単純に僕仕事が好きなんでしんどいんですけど、これしかやることがないっていう感じなんでね、はい、体はしんどいけど苦ではないというか。疲れないんであれば体がずっとして入れたらなって思いますけどね、それぐらいやっぱりハマってるというか、この仕事が好きです。そんなにうまくいかないことも含めて全部込みで仕事だし、それも含めて楽しいと感じれてるから続けれるんですよね。どうなんだよね。だからまあここから広がってみんなが良くなっていくじゃないですけど、自分らだけが良くっていうわけでもなく、お店だけがっていうわけじゃなくて、牧の頑張っていろいろ良くなって、サイロも良くなるし、この近くの人たちも良くなるしっていう、最終的にはみんなが幸せになれるというか、そういう場所とかそういうのを作れる場所にできたらいいかなと思ってますけどね。